京都の小学生行方不明の件、結局見つかる確率でどのくらい経ってますか？ 2 週間くらい経ってます。ですね、仮に誘拐してたとして、身代金目的であれば、2週間食べ物を与えて生きているという可能性はあるかもしれないですけど、身代金目的でないとして、その子をずっと保持し続けるというのは、なかなか厳しいんじゃないかなと。で、本来調査した場所で何にもなかったけど、突然親族が、ここにリュックサックがあるぞ、みたいなことを言い出して、でもこのリュックサック、雨降ったはずなのに濡れてないよね、みたいな謎な状態があるとか、監視カメラを見てる限り、あれ、車から子供が降りた映像はないみたいですけど、子供、本当に車から降りたんですかとかっていうところが、言ってることと証拠違いませんっていうのがあるので、どうなのかなっていう事件ではありますよね。多分、警察はもう分かってるんだと思うんですよね。こいつやろっていう。とはいえ、疑うに足ることは、情報はないので、逮捕するほどの情報はないので、一応客観的にいろいろ調査をして調べているという状況なんじゃないかなというふうに思います。警察の犯罪白書を見たんですけど、誘拐って僕が想定する限り一番コスパ悪い犯罪だと思ってるんですけど、ドラマとか映画ではお金持ちの子供を誘拐してお金と引き換えに子供を戻してお金を取るみたいなのがあるんですけど、そもそも論自分とコミュニケーションを取ってる被害者、誘拐した子供みたいのがいて、そこで身代金を取って逃げ切るってかなり難易度高いんですよね。誘拐ってガチでやることってそんなねえんだろうなと思ってたら、年間に2、30件ぐらいあるんですよね。で、正確に言うと誘拐自体はもっとあるんですけど、もっとある方の誘拐っていうのは、離婚した親権のない側の親が子供を連れていくとか、親権が母親にあって、でも離婚してるんだけど、でも子供に会いたいから父親が子供を連れてっちゃうみたいなので、誘拐として手続きを出されるっていう、家族とか血縁関係のある誘拐っていうのも含むと確か年間100件ぐらいあるんですけど、家族とかの血縁関係のない金銭目的誘拐っていうのも結構あるんですよ。だからそれがすげえなと思って、で、多分ね、ほぼ全部捕まってるんだと思うんですよね。だから、誘拐って割に合わないのになんでやんのかなっていうのがすごい不思議なんですよね。まあでもね、割に合わないといえば、全ての犯罪は割に合わないので、割に合う犯罪はどれだろうっていう考えてる時点でもう頭悪いんですよね。金儲けたかったら犯罪をやらない方が儲けやすいよねっていう。日本の未解決事件で神隠しとかありますけど、あれはなんで見つからないのでしょうか。死体すら見つからないのはおかしくないですか。死んでない場合も結構あるんですよね。駆け落ちをする場合とか、その家庭にいたくないので逃げ出しましたと。で、連絡を取りませんっていう、行方不明だけど、本人は別に死んだりしないっていうパターンと、あとはその、神隠しということにしたいっていうパターンもあって、例えばじゃあ DV をしていますと。で、奥さんが逃げ出しました。本人としてはぶん殴りすぎたから逃げたって分かってるんだけど、俺がぶん殴りすぎたせいで嫁が逃げましたって言えないから、突然いなくなった。神隠しだ。でも、心の中で、うわ、殴りすぎたわって思ってたりするみたいなのもあるので、実際問題未解決事件って言いながら実は事件ではないみたいなのも結構あると思います。千と千尋の神隠しを見てきました。主に子供や老人が一瞬目を離しただけでその場から消えてしまい、捜索しても出なかったり、時間が経ってから全く開けないところで発見されたりする現象を神隠しと呼ぶそうなんですが、その真相やトリックはどのようなものだと思いますか？某国に限らず人さらいって昔からいたんですよね。ヨーロッパの場合は本当にリアル犯罪としてあって、子供を性的対象にしている方々っていうのがいっぱいいらっしゃって、そういう金持ち用に他の国から子供をさらってきて持っていくっていうのがあるんですよ。国境つながっちゃってるんですけど、国越えるともう犯罪の捜査ってされないんですよね。例えばじゃあ東京で犯罪をして、東京でじゃあそのひげおやじさんの子供を僕がさらって埼玉県に行ったとして、東京都の警察は埼玉県に行けないんですよ。なので終了って言って捕まらないっていうのが、ヨーロッパって陸続きに他の国がなってるんで、そうなっちゃってるんですよ。なので本当に子供をさらうという事件はありますと。まあそれは置いといて、で、日本の場合ってそういう意味で性的対象にするっていう子供さらいはそこまで多くないんですけど、ただその子供を失ってしまった人が割とさらって育ててしまうっていうのがあるっぽいんですよね。
四国かなんかで子供死んだはずだった家庭になぜか突然子供が戻ってきて、でその人がね26、7歳とかになった時に、あれなんかひょっとして僕昔他の家で住んでたよなみたいなことを思い出して調べてみたら、あれここで失踪したって言われてる小学生の誕生日と年齢僕と一緒だったんだけどみたいなニュースをどっかで見た気がするんですけど、あれオチどうなったんでしたっけ？興味がある人調べてみてください。はい。山中やキャンプ場で子供がわずか2、3分の間に何の形跡も残さず失踪してしまうような未解決事件が日本ではたまに起きますが、子供たちはどこに行ってしまったと思いますか？ひろゆきさんの見解を伺いたいです。山梨県かなんかのやつですよね。誰かに連れ去られてしまってそこのまま暮らしてるパターンっていうのだと思うんですよね。動物とかで食われた場合はある程度その死体が残ったりするので、結構その子供って連れ去られてまあ仕方ないよねって諦めて暮らしちゃう人ってそこそこいるっぽいんですよね。なのでそういうことなのかなと思ったりします。もしくはその全然違う場所で遺体も残らない形で処理をするというのも不可能ではないので、ある程度バラバラにして船持ってる人だとそこそこ離れた場所でばらまいちゃうともうどうしようもないので、個人的にこの世で一番怖いのはエリサラム事件や弁奏内開始事件、岡山地底湖行方不明事件などといった未解決事件だと思ってるんですが、ひろゆきさんはこのような未解決事件についてどう思いますか？またひろゆきさんが一番怖いと思う未解決事件ってあったりしますか？僕は記憶力悪いので、岡山地底湖ぐらいはちょろっと覚えてるかもしれないですけど、あとよく知らないですよね。未解決事件の本当に怖いのは多分事件化してないやつなんですよね。前にもその、殺人をいかにバレないようにするかって話をしたと思うんですけど、結局その殺人事件がなぜ捕まるかっていうと、死体が見つかって、死体があるということは誰かがしたよねって言って日本の警察が本気になって探すんですけど、死体が見つからないとそもそも殺人事件として誰も捜査しないっていうのがあるので、未解決事件よりも未解決事件として呼ばれるような事件化すらされてない事件の方が多分きついと思うんですよね。なので、なんとなくさらわれて、なんとなく死んじゃって、誰も事件化しなくて、あの人連絡取れないから行方不明みたいな事件って、世の中すげえいっぱいあると思うんですよ。僕、今日本にいますけど、なんか日本にいたりフランスにいたりとかうろうろしてて、僕が行方不明になったり連絡取れなくなったら多分気づく人いると思うんですけど、そういうことしてなかった時代だと多分僕が半年1年死んだとしても多分知り合いと家族以外気づかないと思うんですよね。知り合いとか家族とか疎遠にしてますみたいな人だと、さらわれてこれて死体も処理されてっていうので誰も気づかないけど、あの人どこ行ったんだろうねみたいな感じで気がついたら行方不明扱いっていう人の方が多分結構多いと思うんですよね。山梨県でお子さんが行方不明になった事件とかありましたけど、キャンプ場であれも結局お子さんが見つかってないので行方不明っていう形になってるんですけど、あれも死体が見つかったらもう殺人事件だっつってすげえ頑張って探すと思うんですけど、死体も見つかってないしどうしたもんかねっていうので、どうしようもないよねっていうままになっちゃうんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。